まずは店員さんにスリクッションやってみたいんですけどと、伝えてもらえれば、じゃあこうしてくださいという指示が、ちゃんとあります。だからどうしていいか分かんないってことはなくて、必ずお店の人間は、そういう方にセレクションを楽しんでもらうためにきちんと案内しますから、遠慮なくね、やってみたいんですっていう、何にも知らなくても全然だから、それが当然ということで、全く問題ない。この手ぶらで行って道具は全部お店で貸し出してます、無料で。なので一切問題ないです。手ぶらで来ていただいて全く問題ないです。必ずお店に、レンタル用のキューがありますので大丈夫です。逆にルールさえ知ってれば誰でも遊べるっていうところで、ルールもお店の人間に店員さんに聞いていただいて、必ず分かりやすく説明してくれますから。でもしかしたらポケットよりルール簡単、かもしれないんで、気軽に伺っていただくのがいいですね。何も分かりませんで全然問題ないっていうこと。ビリヤードを総じて言えるんですけど、1人でもやれる。で、2人でも3人でも4人でもやれる。だから同じ道具を使って遊び方がいろいろあるんですね。だからそれもどういう遊び方がありますかって質問しちゃえばいいかなと。その一般的には例えば2人でやったりすることが多いだけで、例えば練習とかは1人だし、友達が4人来てて4人で遊びたいんです、言ってもちゃんと4人で遊べるやり方もあります。いえいえ、大体大丈夫で、ただスリクションの場合テーブル台数が少ないんで、あくまでちょっと待ってねって言われることはあるかもしれない。予約はいらなくて、行って台がいっぱいでも必ず順番が回ってきます。交代交代で遊ぶんで、テーブルが空いてない状態で同じ人がずっとプレイするってことはなくて、その辺ももしかしたらちょっとポケットと遊び方が違うかもしれない。だいたい2人でやると仮定したときには40分から50分ぐらいですね。例えばポケットもまだ始めたてなのにスリークッションなんてって言われることが多いんですけど、全く問題ないというか、ビリヤードってどっちも難しくて、とかくスリクション難しいからって言われがちなんですけど、ポケットも難しくって、ただ目に触れる機会がポケットの方が多いから、なんとなくやりやすい、始めやすいだけで、スリクションのテーブルが少ないから、始めにくいっていう雰囲気があるだけで、ビリヤード自体が初めてで、初めてのビリヤードがスリークッションっていう人もたくさんいます。始めにくい垣根みたいな何かが見えてしまうっていうのは本当によく言われるんですけど、もしかしたら昔はそうだったのかもしれないです。でも今は全く本当にそういうことがなくて、女性とかでも学生さんとか誰でも、ビリヤードやったことない人でもやっぱり私たち選手だったりお店の人たちが必ず親切にしてくれるので、1回やってみたらっていう感じ、0回よりは1回っていう感じ、だからとりあえず台を見つけたらやってみるみたいな、スリクションのテーブルがあったらやってみるっていうのが一番、ビリヤードのポケットしかついてない方とかも、ビリヤードの深みがより深まっていくとでせっかくなんで両方できると一番楽しいんじゃないかな。お子さんの場合はね、ある程度テーブルの高さがあるんで、
もしかしたら身長的な問題で小学校の高学年ぐらい、例えば身長でいって140センチを超えるか超えないかぐらい、この9がだいたい140センチぐらいなんです。でこれ立てるとまあこういう高さなんですね。半分ぐらいになる。だから体の半分ぐらいが台から出てくれたら相当良くて、まあそうですね、大体10歳ぐらいってよく言われますね。それよりもしちっちゃい子がやりたい場合にはまあ、安全面に気をつけながら、例えばビールケースとか、まあ、足をこう土台をね置いてやったりっていうのもありますね。どちらかというと最初がレッスンがいいんじゃないかとさえ思います。やっぱりまあ例えばビリヤード場に一人で遊びに行って、で行った先で最終的にどなたかとゲームをするっていう楽しみがスリクションにもポケットにもあるんですけど、さっき言ったようにそのルールを知らないと始まらないと。でそれってやっぱりそのレッスンだったりするもので、まあ、知識に関してはね、そういうまあ調べてっていうのもいいんですけど、直接こうマンツーマンでやり取りするのが一番いいだろうし、例えば技術的なもの、そのビリヤードの構え方もわからないんですっていう方ももちろんその独学でやるのがすごく難しいですと、その聞いたら簡単で自分で発見するのすごい大変なんですよ、フォームとかって。だから一番最初がレッスンの方がなんか楽しくなるまでの期間が短い気がしますね。独学が長いとね、うまくいかなすぎて面白みが伝わる前に、感じられる前につまらなくなっちゃう。だからどっちかといえば全くやったことないんですけど最初からレッスンしていただけませんかとか、レッスンしてほしいですって言ってくれた方がなんかいいですよね。おすすめですね。そうですね、お店に電話していただいてレッスンしてますかと、まあ、もちろんホームページとかで出てるところもありますし、言われればいつでもやりますっていうお店も結構あると思うので、例えば、まあ、家の近所だったり職場の近所だったりするところにスリクションのテーブルがあることは知ってますとなったら、まあ、問い合わせてみるのが一番いいですね。だから結局ビリヤードって本当はすごく親しみやすくて、もっともっと気軽でいいと思うんですね。こう入っていいのかな、この店入っていいのかなとか、この店員さんに話しかけていいのかなとか、うまくいかないんだけどやり方聞いていいのかなとか、いろいろ考えてしまいがちなんですけど、もっと気軽でいい、そう思います。普通の遊びだと思った方がいいんじゃないかなと思います。要するに、まあ、さっき言ったように最初がレッスンでもいいという話が一つ、その場合はもうその問題解決してるんですけど、最初からレッスンはちょっととりあえず、まあ、自分なりにやってみようかな、これが、まあ、多いんじゃないかな、こういう考え方の方がね。そしたらビリヤード始めたてなんですけど、どうですかねって言って店員さんにちょっと見てもらえませんかねみたいな、お店側の人ってね、頼まれてないのに教えに行くの難しいんですよ。だから誰にも触られたくない人もいるかもしれない。だからお店の人間がお客さんの方に近づいていってああだこうだってなかなか難しいので、お客さんの方からこんな感じでやってるんですけどどうですかねとか、まあ、気軽に聞いてもらえればやりやすいし、やっぱ店員さんとね仲良くなっちゃうのが一番上達の近道だったりする。なんかやっぱりビリヤード場ってビリヤードしない時でも楽しいんで、そういう空間なのでまあ、とにかく店員さんと仲良くなっちゃって何でも聞けるようになっちゃうのが一番楽しい、いい遊び方じゃないですか。もちろん大丈夫ですよ。十分に距離も空いてますので、
こんなもうおじさんなんですよ。今日誕生日でね。おめでとうございます。29歳になりました。まあなんかあまり難しく考えないで、わからないものはわからない。でもなんか楽しそうだからちょっとできるようになりたいな。まあそういう軽い気持ちでトライするのが一番いいですよね。